Welcome to Bon Ai Bon Japanese Sweets. My name is Ai, Japanese pastry chef from Tokyo, currently based in Stockholm, Sweden. Today, I'm going to show you guys how to make いちご大福。今日は私のイベントでもとっても大人気のいちご大福の作り方をご紹介します。大福というとお餅とあんこの組み合わせで、西洋の方には苦手な方が多いというイメージがあると思うんですが、意外とこのいちご大福っていうのはものすごく人気があって、私が思うにいちごのフレッシュさがお餅やあんこをすごく食べやすくしてくれるのかなと思います。イベントなどで販売するといつもそうですね150個ぐらいを作ってもあっという間に完売してしまいます。今日のレシピは私がスウェーデンで出版した日本のお菓子の本にも掲載されています。日本ですと白玉の粉を使って作るレシピが多く紹介されていると思うんですが、スウェーデンではですね白玉粉がどこにでも売ってるというわけではありません。その代わりにこういったタイの米粉ですね、たくさんのアジア系のスーパーで手に入れることができるので、こちらに置き換えて作るレシピを今日はお伝えしたいと思います。白い玉の粉ですね。でこの白玉粉はこういった感じで粗いつぶつぶの塊になってます。こちらのタイ産のもち米の粉はパウダー状です。どちらも原材料は同じもち米の粉でできています。それから中身のあんこですね、私のおすすめはこしあんです。で普通の小豆のこしあんもとっても美味しいですし、あとは白あんもすごくいちごに合うなと思って、いつもイベントなどで作るときは白あんを使っています。あんこの作り方に関しては私の他の動画をご覧ください。それから一番肝心のいちごです。なるべく小粒の方が作りやすいです。形が大きすぎたりとか、大きさが大きすぎたりとか、あとは長さが先がとんがっているとお餅を丸めるときにお餅から突き出てしまったりとかして丸めにくいです。なのでなるべく小さくて丸い形の方がいいですね。あまり大きすぎない方がいいです。なんと電子レンジで簡単に生地を作っていきますので、あんこさえ手に入ればとっても簡単に美味しいいちご大福が作ることができます。電子レンジに対応している耐熱のガラスのボウルを用意してください。小豆のこしあんと白いお豆の白あんと半分半分で合計10個を作ります。市販のものがもし手に入るなら楽なんですが、海外だとねなかなかせいぜい買えても粒あんぐらいじゃないですかね、手に入らないので、ご自身で作っていただくか、あるいは、粒あんに置き換えていただいても美味しく作れると思います。ご自分で煮たり買ってきたあんこがもし緩い場合なんですが、その場合はお鍋に1回入れて煮詰め直して水分を飛ばしてちょうど丸められるぐらいの硬さにしていただくか、あるいは耐熱のボウルに入れて電子レンジにかけるとすごく簡単に水分を飛ばすことができますので、ちょうどいい硬さに調節をして丸めてください。次はいちごです。ヘタを切っておきます。あんに先に包んでおきます。少し押し広げてあげて、そこにいちごをのせます。そしてあんこで包んで丸めてあげます。少しだけいちごの先が出ている方がこの赤い色がお餅から透けてすごく美味しそうな見た目になりますよ。いちごとあんこの準備ができました。これだけでも美味しそうですね。ではお餅を作っていきます。まずもち米の粉ですね、100g です。ここにお砂糖が 160g 入ります。まず軽く混ぜて合わせてあげて、お水が 200g 入ります。必ず冷たいお水にしてください。温かいお湯を間違えて入れてしまうとすぐポカが始まってしまいます。まず均一になるようにホイッパーで混ぜてください。さあ混ざったらこれを加熱していきます。電子レンジに入れまして2分加熱します。電子レンジに2分かけた後は1回混ぜます。まだ液状なんですが少しだけ固まってきてる部分もありますね。よく混ぜてもう一度加熱します。2分です。じゃん。
2分を2回目ですね加熱するとこういった感じでちょっとお餅みたいに固まってきてます。ただまだ均一ではないので固まってるところとまだ液体の部分っていうのがありますよね。色もまだマットな感じです。ゴムベラに持ち替えて均一になるまで混ぜます。ボウルの周りについているこの液体も一緒に混ぜてあげてください。混ぜてあげるとすごくお餅っぽくなりますね。美味しそう。これを最後にもう一度2分加熱します。お米のお餅のつきたての甘い匂いがしてます。美味しそう。3回目の加熱をするとこんな風に少し半透明な感じですね。ツヤのあって半透明なお餅の状態になっています。最後にもう一度だけ全体を混ぜてあげて、美味しそう。もうこのまま食べたいです。きな粉とかかけて。片栗粉をまな板の上に広げます。この上にお餅を広げます。ネバネバしていて手にくっつくとなかなか取れないです。でこのお餅の上にもですね片栗粉をしっかりまぶします。10等分にカットします。ご家庭用で作るのであれば別にね大きさが少しぐらいバラバラでもいいと思うので、このままフリーハンドで10等分します。まず半分に分けてあげて、その後に5等分それぞれします。なるべく形が細長くない方が後で形作りやすいです。はい、だいたい10等分になりました。でこの切り口がですね片栗粉がついてないとベタベタして張り付いちゃったりするので、片栗粉まぶしつけながら手にくっつかないようにしながら伸ばしていきます。まだ電子レンジから出したてで熱々なんですけど、あまり冷めてしまうとですねお餅が硬くなってしまって形作るのが難しくなるので、手がやけどしない程度にまで冷ましてからでもいいんですけど、なるべく完全に冷める前に作業してください。私はねお菓子作り慣れてるんで多分手の皮が熱いんです。だからこのぐらいあったかくても全然なんてことないです。でこういう風に広げてあげたら綺麗な面が外側に来るようにして持って、でこのいちごのね赤い先が見えてるところが上に来るようになんですが、この真ん中の部分に反対向きに置いてあげて包みます。端っこを真ん中に集めてきて、でギュッと握ってあげてください。ギュッギュッ。この時に片栗粉がちゃんとまぶせていないと手にベトベトくっついてしまうので、指先にちょっと片栗粉つけてあげながらつけるといいです。でこの後きれいに形を丸めていくんですが、少し手に片栗粉をつけてあげてくるくるっと形を整えてあげて、はい、美味しいいちご大福ができました。はい、続いて他のも作りましょう。これ伸ばす時にあんまりにも真ん中の部分薄くしすぎてしまうと、いちごを包んだ時にこの先っちょの部分でですね生地が破れていちごが飛び出てきてしまったりするので、できれば周りを薄く伸ばして真ん中は少し厚めに残してあげた方が丸めやすいですね。片栗粉たっぷり使っても勝手に余分な部分は落ちてってくれるので、手にくっつかないようにするにはたっぷり手粉を使うのがおすすめです。じゃん。美味しい美味しいいちご大福の完成です。というわけで美味しい美味しいいちご大福が完成しました。早速食べてみたいと思います。いただきます。
ね、お餅とあんこはもう間違いなくベストマッチ。そんなのは和菓子の常識なんですけど、そこにフレッシュないちごの酸味が加わると化学反応です。ケミストリー。すぐに食べきれない分は乾燥しないようにラップをして冷蔵庫で保管をして、今日か明日中までに食べてください。フレッシュないちごを使っているので、残念ながら冷凍保存はおすすめしません。お餅を作るのが初めての方は、このボウルや器具にこびりついたお餅を取るのが大変と思われるかもしれませんが、コツがあります。力ずくで取ろうとせずに、温かいお湯につけておいてください。しばらくすると簡単に取ることができます。いちご大福を考えついた人はすごく偉いと思います。美味しい。ぜひ温かい日本茶と一緒にお召し上がりください。